トは9時ちょうどに始まるのに、試験会場に着いたのが。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。時々質問されることなんですけれども、私のこのチャンネルの動画は一体誰が編集しているんですかと聞かれることがあります。動画はすべて私が編集して日本語から中国語に翻訳して字幕をつけています。でもこの翻訳の作業をするときにすごく中国語に翻訳しにくい日本語がたくさんあることに気がつきます。今日はそのうちのいくつかをご紹介しますね。もし私が挙げた中国語以外にもぴったりくる言葉があったらコメント欄で教えてください。まず、早速ですがという言葉です。もちろんこの言葉は马上とか立刻とか赶快と訳すことができることが多いです。例えばレッスンを始めるときに先生がでは早速始めましょうと言えば赶快とか马上っていう意味になりますよね。でもこの早速っていう言葉はいつも赶快とか马上と訳せないことも多いんです。例えば誰かにインタビューするときに早速ですがと前置きをしてから質問をすることがありますよね。これは本当ならもっと丁寧に挨拶するべきなんですが、時間の関係で直接要点に入ることを少し申し訳なく思っているときに使う言葉なんです。中国語なら冒昧請問一下とか闲話不多說了とかのニュアンスに近いかもしれませんね。ですから日本人が早速ですがという言葉を使ったら少し申し訳なく思っている可能性があるということを覚えておいてください。では実際にこの言葉を使っている場面を見てみましょう。そうなんですか。わかりました。じゃあ、早速なんですけれども、はい。普段どんな風に通訳をされているのかっていうのをちょっと実演していただきたいなと思いまして。実演ですか？はい。今日はありがとうございます。どうもこんにちは。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、中村先生は日本、そして韓国、そして今この台湾合計3つの地域で日本語教育に携わってこられたとお聞きしました。早速ですがと言っていましたね。じゃあ次は微妙という言葉です。もともとこの微妙っていう言葉ははっきりしない、曖昧だ、漠然としているという意味で使われていました。例えば A と B には微妙な違いがあるといった場合、 A と B はとても似ているけれど少しだけみんなにはわからないぐらいの違いがあるっていう意味になりますよね。そして微妙のもう一つの使い方ははっきり断言できないという意味です。例えば明日の試合に勝てるかどうかは微妙だという場合には、試合に勝てるかどうかはっきりわからない、断言できないという意味ですね。でもこの微妙っていう言葉の使い方が最近変わってきて、ここ10年から20年はあまり良くないっていう意味で使われるようになりました。例えば友達がテストの点数どうだったと聞いてきたら、微妙と返事します。これはあまり良くなかったけど悪かったとはっきり言いたくないっていう意味ですよね。この若者言葉の場合は微妙のようにカタカナで書くことも多いんです。またあのレストランの料理おいしいと聞かれて微妙と答える場合も同じですね。はっきりマイナスのことを言いたくないけれど実際はマイナスの気分だっていうことを暗示する言い方ですね。中国語だったら場合にもよりますが、还好とか有点那个とかでしょうか。
有点那个だったらちょうど日本語にもちょっとあれだっていう言い方がありますね。これもマイナスの言葉をはっきり言わないけれども、実際にはマイナスの気分を表すときにちょっとあれですねと言いますね。じゃあ次はギリギリという言葉です。これはある範囲とある範囲を分ける境界線にとても近い時に使います。例えば、もしテストは9時に始まるのに寝坊してしまって8時59分に試験会場に着いた場合、テストにギリギリ間に合ったという言い方をしますよね。中国語だったら勉強赶得上とか到了極限才とか差一点赶不上という意味になりますね。よくギリギリセーフという言葉も使います。このセーフっていうのはもともと野球の言葉で安全進塁という意味になります。ですから OK とダメという状態の境界線、ギリギリのところで OK だったっていう時によくギリギリセーフっていう言い方をしますよね。ただこのギリギリっていう言葉はギリギリ間に合った時にも使いますが、間に合わなかった時にも使うので注意が必要なんです。例えばギリギリ間に合わなかったということもあります。例えばテストは9時ちょうどに始まるのに試験会場に着いたのが9時1分だった。そして試験会場に入れてもらえなかったっていう場合はギリギリ間に合わなかったっていうことになりますね。この場合は間に合う範囲と間に合わない範囲の境界線にすごく近かったけれど結局間に合わなかったっていうことなんですね。ですから中国語だったら差一点赶上とか刚错过になると思います。朝ギリギリまで寝ているとこのようなリスクがありますよね。そして最後はもったいないという言葉です。このもったいないっていう言葉は英語にもすごく訳しにくい言葉だと言われているんです。もったいないっていうのは無駄にしてはいけないという意味もありますが、だからすごく惜しい、残念だっていう気持ちが込められた言葉なんです。好浪費よとか好可惜よに近いかもしれません。例えば誰かがまだまだ使える綺麗な食器を捨てようとしていたら思わずもったいないって言ってしまいますよね。ただこのもったいないっていう言葉には誰かに褒められた時に謙遜する意味合いもあるんです。例えば誰か偉い人に自分の作品を素晴らしい作品ですねと褒められたとします。そうしたら褒められた人はいえいえいえもったいないお言葉ですのように答えることができます。もちろんこの使い方はかなり特殊なのであまり日常生活では使わないかもしれませんが、もったいないにはこのように不簡単とかなりなりという意味もあることを覚えておいてください。はい、わかりましたか？ではもし買いたいものが2999円で自分が今持っているお金が3000円だったらどう言いますか？持っているお金でギリギリ買えた、ギリギリですね。じゃあ次はビジネスメールの一番初めに書く文章です。いつも大変お世話になっております。早速ですが表題の件について、これは早速ですがですね。他にも今日は微妙とかもったいないっていう言葉も考えましたね。ぜひ今度これらの言葉を聞く機会があったらどのように使われているか注意してみてくださいね。他にも日本語と中国語の違いについていろいろな動画を作っています。よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。